JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー2。砂型、重力鋳造プロセスにおける、シリンダーブロック部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れと、凝固解析、鋳造変形解析結果をこの順にご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は FCV、鋳型はフラン、法案重量は 582kg です。製品上部には、押し湯と上がりが10箇所あります。シリンダーライナー上部と、製品上部にある紫色部分は冷やし金です。そして、水色部分の中等口より1390度の溶洞を追い込みます。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。紫色部分は、未充填領域を表示しています。縦湯口付近のオレンジ色部分は高温で、シリンダーライナー上部に薄くある青色部分は、冷やし金で冷やされた低温領域を表しています。製品上面にある充填完了間際での、紫色の未充填部分には、湯回り不良やガス欠陥の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。湯流れ温度分布表示で、3秒後から9秒後までの充填過程を示しています。鋳込んだ溶洞は、静かに充填している様子が伺えます。XZ 方向から見た、充填時間表示です。早く充填したところは青色、最後に充填したところはオレンジ色で表しています。各配色が、ほぼ等間隔であることから、法案底面より、静かに充填していると考えられます。それでは、動画を再生します。中等口から一定間隔で、マーカを放出する湯流れ流積表示です。鋳込み初期のマーカは青色で、途中から黄色になり、充填完了間際では、オレンジ色のマーカが流れていきます。マーカが同じ領域で激しく渦を巻いている場合は、ガス巻き込みや砂噛みの可能性を予測することができます。それでは、動画を再生します。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。製品と押し湯、湯道を含めた凝固過程のアニメーションで、表示している領域は未凝固を表しています。この未凝固部には、非欠の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。この凝固ホットスポット表示は、凝固アニメーションでは見落としがちになる孤立凝固を表しています。配色は、青色は早く凝固した領域で、オレンジ色は遅く凝固した領域を示しています。凝固したタイミングが早い青色の領域であっても、孤立凝固した領域には周囲からの溶洞補給が途絶えてしまい、凝固収縮による非欠の発生が考えられます。
当凝固時間曲線の複数断面表示です。シリンダーとシリンダー間の一層を等高線表示しています。ここで、注目するポイントは矢印でも示した位置にある断面表示内の並ループです。凝固時間が周囲よりも長く、オレンジ色になっていて、かつ、並ループになっていることから、非ケスが発生する可能性が高いと予測されます。全ページと同じ断面を、K パールート R 表示させたものです。温度勾配法や G パールート R 法では、特に薄にく、開いた芋の部分の解析精度は、非ケス予測を過大評価する傾向にあるため、薄にく、開いた芋の微小非ケス予測は K パールート R を使います。当凝固時間断面表示、凝固ホットスポット表示が示した非ケス予測位置とほぼ一致していることから、この断面で表示された領域には、非ケスが発生するものと考えられます。これより、中像変形解析結果をご説明させていただきます。こちらは、合成変異表示で、変形を表示しています。特に、X 軸の矢印方向に収縮変形が予測されます。中像変形解析では、凝固解析結果の温度分布データと、物性値の機械的性質の設定値を使います。XZ 方向から見た製品の Z 方向の変異結果です。オレンジ色の領域は Z 軸の上側へ変形し、青色の領域は Z 軸の下側に変形する傾向が見られます。こちらは、ミーゼス応力表示です。降伏応力または引っ張り応力に近い応力値には、割れの発生が予測されます。全ページの変異表示で、大きく変形する領域には、応力値も大きくなる傾向があります。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました、製品と鋳型の主要な熱物性値です。こちらは、中像変形解析条件と鋳物の機械的性質です。中像変形解析条件には、凝固解析結果の温度分布データを使用して、熱荷重条件を決めます。また、機械的性質では、潜望長係数、ヤング率、ポアソン比を設定します。中等口からの鋳込み速度と鋳込み温度の設定画面です。これらは、時間の経過とともに自由に設定していただくことが可能です。混合要素と表面張力オプションを考慮させて、総要素数が1億4000万要素程度であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析が5時間半、凝固解析が約30分で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。